チェケランドでジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一取れる説やっていきましょう。クランリーグですね。デイ2の方が対戦相手がタウンホール16ではなかったので、デイ3まで飛んでます。デイ3が40対44ということでね。攻め残しもあったっていうところとね、相手に44点取られたっていうところで、点が取られた理由はある程度、この環境っていうのと、防衛援軍が一つも入ってないっていうところとね、2つ要因はあるかなと思います。早速やっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。クイヒーのルートライダー編成ってどこだ？下から来ましたね。6時からコマくん。タウンホールを目的としたクイヒーになりそうですかね。で、9時の方にキングとベビドラサイドカット入れて、投石あたりを大きく狙っていこうかなというようなイメージかなと思います。対空砲付近しっかりホーミング。2発分バルーン出した結果、2発吸うことができつつ、ストライカー、レイジに乗っけてバルーンも奥まで。かなり回収してますね。てかめちゃくちゃあるな、ここ。ホーミングが盛りだくさん。で、12時の方にシューター置いてますね。外からマルチ IT 打てるのはね、結構食い火やりやすくなる。選択肢の一つとしてね、選びやすくなる展開なんですけど、ちょっと嫌な動きしてるな、これは。入ってくれた。左にあんだけホーミングあったら右めっちゃありそうだから右のやつ食らいたくないんですけども、ホーミング解除できる術がないんでね。アイゴレ先に打ちたいね、こうなったら。アホー。はい、ここは一旦フリーズかけつつ、アイゴレの前にタウンホール破壊することができましたので、なんとかなっていくと。で、ここからルートライダー発進でクイーンと合流していくような流れになりそうですね。ウォールブレーカーも一応4枚あるんだけど、ウォールブレーカーなくてもね、これ、ルートライダーが穴を開けてくれることでクイーンも動くことできそうですね。で、ここで一気にトーム入れていきます。モノリスのターゲットを取るためのスケルトンとして置いてったんですけど、マルチ IT があるのでうまく機能はせず、これ強いっすね。ヒーラーの方がスライドしつつ、クイーンの方のためにもね、道が開いてくれたので、ここでモノリスみんなスルーしてるんだけど、クイーンが打つことができて、上の方は、シューターの方が綺麗に壊してくれてるので、防衛施設も綺麗に壊れてるので、中心部削ればおしまい。あとフリーズ残って、ヒーロー能力残って、ウォールブレーカー大量に投げ込んで終了ですね。ナイス展開。クイヒーのルートは若干ね、6時から入っちゃって、上から入るプランだったような気もしないではないけど、どっち行ってもぶっちゃけいいんでね、あんなって。落ち着いてましたね、ナイス旋回。ガーサス。さあ、リュウタ君61天才のラバルスに普通のゴブリンか。普通のゴブリンでテスラチェックを行いつつ、シューター3時セットして、迫撃まで待つか、61先に打つかですけど、61先に打ちましたね。モノリスのところを追っていきます。撃砲をここゴブリンでターゲット拾って、アーチャーでターゲット拾って、バーバリアンとか特に持ってきてないんですね。で、もう一回ゴブリン使って、迫撃のターゲットを拾っていく。ついでに6時の方からクイーンスタート。しっかり迫撃完封できました。で、ここからキング合流穴開けしていきます。強い。テスラモリ。背後でつけつつ。で、ロイヤルチャンピオンを浮いた対地クロスのところに差し込んでいくような流れですね。天才61打ったことでクイーンがね、モノリスとかも火力の高いところ当たらないような流れ、ロイヤルチャンピオンのルートも強制がされているっていうところですね。援軍に釣られないといいけど。さあ、援軍が出てきまして、ロイヤルチャンピオンの方も一緒にそれて、援軍処理、ウォールブレーカーをつけてしていきます。余ったんで投げてるようなイメージかなと思います。シューター強いっすね、これね。タウンホール折れたら、上からかクイーンサイドから行くかのどっちかですが、ロイヤルチャンピオンを守るためのスケルトンを置いていきますね。角度変えて9時からラバルパートスタートしていきます。ここはウォーデンつけずに行って、ストライカーかけるとなるとキングからの順番になっちゃうんだけど、上からやる方がラバル自体は簡単かな、ヒーロー処理は。ちょっとめんどくさくなるけど。レイジがあるんでね、ストライカーに合わせていくようなイメージになるかな。ここで一気にストライカー届けつつ、
フリーズで奥まで伸ばすことができるんで、ここレイジつけてフリーズつけてという流れ、しっかり3ヒーロー分をストライカーじゃないです。トルネードで戻されたんで、処理はできませんでしたが、ほぼほぼ、なんかシューターのダメージが入ってるね。まあ、ラバルのやりやすさを重視したルート作りで、綺麗に刺さりましたね。ナイス旋回、圧倒的。さあ、星3、61天才。まあ、61天才はね、まあ、星3のアタック見ればって感じだけど、まずはゴブリンでテスラチェック、スケルトン回収。反対サイドバルーン使うと、ここにもテスラ。シューター用なのかな、これは。かなり時間使いましたね。アイゴレシューターという選択肢で、ここはケアをしていくと。お、いいタイミングだけど、ちょっとテスラの、反対サイドのテスラの方にターゲットが向いちゃってるね。あ、折れた。で、ジャイストライカー処理を行っていくと。ちゃんとこれね、テスラがあってもいいような対応をして、しっかりテスラ出てるんだけど、それでも乗り切っていくのがうまいですね。普通の人はもうなんか、テスラなかったらいいなぐらいで出して、あった、結構めんどくせえみたいな後手に回っちゃうことがあるんだけど、テスラありきで動いてるんで、しっかり対応がうまいですね。迫撃砲2本あるところをこうして、迫撃砲2本とヒーローがいるところを無理くり通してますからね、これ。これ強いね。ボールブレーカー入れつつ、キングがクイーンに釣られてしっかり奥入っていく。ツーサイドもうまい。シューターうまいな。シューターバカ強えな、これ。で、反対サイドも同じところをヒーローで削っていって、もう、中心部がね、イーグルと投石2本というところなんですけど、1本はクイーンで折り切っていって、ターン前からラバルをしていきます。さあ、ここは結構タウンホールダメージ食らうところなので、1本は普通のフリーズ。次はインビジブルターンも巻き込んだフリーズをタウンホール取るときにやんなきゃいけないって感じなんですけど、ちょっとタウンホールに向かってくれるバルーンが少ない。ここでまとまってきて、破壊からのトーム入れていく。ロイちゃんって出してる？上から来たね。12時からとどめのロイちゃんなんですけど、もう、ブーメランだけあればいいぐらいの圧倒的。ヒーローと投石じゃない、シューターの使い方がうまかったですね。余裕すぎる。ガーサス。デッサンスーパーアーチャー。ラバからの突撃艦を刺しつつ、マルチアーチャータワーとクロスの間に落として、ここはウォールブレーカーとか特に入れずにスーパーアーチャーそのものをね、区画に入れていくことで対応していくようなイメージですね。アーチャー単品。単品の方が強いことが多い気はするけど。強いね。モノリスの方もしっかり折れて、クロスボウも折れて、マルチ折れたら熱い。うん。しっかりここは折れて、クランジョンも壊れてるので援軍処理もしなくて済むと。めっちゃ強いね。リクスケルトンも出てきたけど処理をしてくれて、残った下側簡単に処理ができるので、スーパーバーバリアン回収を先に行っていくような流れ。イーグル砲があるんでね、あんまり下の方回収しすぎるのもあれなんで、削れるとこだけ削ってっていう形です。イーグルのターゲット、スーパーアーチャーが拾ってくれてる。これも助かる。しかもなんかイーグル撃てるんだって、こっからスーパーアーチャー。やばいね。ほっといたら折れる。ちょっと時間かかりそうですけど。で、下の方もスーパーアーチャーかなり伸びて、綺麗になってますね。スーパーアーチャーじゃない、スーパーバーバリアン。で、タイタン入れつつ、ここからスーパーバーバリアンを小刻みに入れていくようなイメージになります。イーグル殴ってんのバレた。バレたけど、倒せ。ナイス。
クイーンは黒く使うとヒーラーが出てくる形。もうイーグルの方もロイヤルチャンピオン1、2で折れましたと。で、ここがクイーンに捕まるところなんだけど、フォックスついてるので、このスーパーバーバリアン編成みたいな呪文の少ないタイプの時にこのスピリットフォックス、より強みを感じますね。デギーだとやっぱどうしてもロイちゃんに端子する呪文が足りないなって感じなんだけど。ユニット余りすぎ。よっちさん71天才のクイヒールートライダー7体編成。結構ね、ウォールブレーカー使わなくて、クイヒーじゃなかった。オデヒーなんだ。なるほど。6時シューターをきつつ、オデヒーからスタートしていきましたね。で、1枠で取れるところを先に回収していく。結構僕は大事だと思います、こういうの。で、ここでクイーン使って、ウォーデン引っ張りつつ、クイヒーにスライドさせていきます。で、天才は、マルチ IT と教団大砲。エアスイーパーとダイクまで綺麗に降りたいからなのかな。6位で折れるんだけど、7発持ってきましたね。で、ルートライダー発進です。天才タイタンみたいな感じでやっていくような流れですね。で、3時の方は綺麗にキングのためのサイドカットができているので、ここはキングを3時入れつつ、真ん中貫いていくような流れ。そうなると残るのが9時の区画ですね。9時をロイヤルチャンピオンあたりで担当するには若干重い気もするんだけど、どう見ていくのか。いいですね。ここ呪文使わずに、ここはトームで入っていきます。で、レイジを入れて、縦ユニット結構 HP も減ってきたところなので、ここで一気にトームと HP 回復のレイジを入れていくと。で、9時の方はジャイアントからのロイヤルチャンピオン。しっかりクイーンの方が内側でターゲットが取れたタイミングで投げることで、これ9時が簡単に突破ができていますね。単品で投げると、すごい重い区画になってね、ロイヤルチャンピオンがクイーンに捕まって、リクスケ捕まってって展開になるんだけど、クイーンを内側で拾うことで、ロイちゃん短期で余裕で突破できる感じになってますね。で、タウンホールは引き潰した上で、ルートライダーが結構残っていると。強い。で、あまりフリーズからのナイス旋回ガーサス。よ。ニャラメクイラバ。突撃艦ポーンといって、モノリスだけ折れればいいって感じかな。この突撃強そう。レイジ乗っければね、マルチアーチャーターまでは壊せそうでしたが、壊さなくていいっていうクイヒールートですからね。ボールブレーカーそこつけて真ん中入れていくのか。なるほど。うわ、キング強っ。キング強っ。2発で。いや、ジャイアントガントレット強すぎるな。このクイヒールートいいね。モノリスを折ることで、クイヒーにかかる負荷を減らしつつ、ルートがめっちゃいい。で、3時からラバルパートスタートです。ここタウンホール打ちつつ、一気にレイジトーム入れていくナイスタイミング。ラバにもしっかりかけたので、12時バルーン追加で出したいところ、クイーンの方を延命するインビジブルって12時ラバハウンドに合わせてバルーンを追加していきます。中心部のところ、ヘイスト、ポイズン、フリーズまでかけてゴリ押し突破を図っていきます。で、クイーンの方もね、しっかり黒く残した状況で貫通ができてますね。あとはレイジフリーズとロイヤルチャンピオンも余っているという状況。ストライカーの方が潰れちゃったんだけど、ポイズンをね、これクイーンに回すことができているので、なんとかこれはパピーで勝利ができました。あとは余ったユニットで回収なんだけど、ロイヤルチャンピオンがまだ残ってるので、ロイちゃん回収で十分ですね。呪文も3枠残るプランなんだ。余裕だね。いいルート。
カズマくんも71天才ですね。さっきよっちさんがやってた流れと同じかなと思います。まずは6時おでひスタートしていきつつ、イーグルかな。天才のバリューえぐい。マルチはちょっと残っちゃいましたが、折れたものはだいぶ強いですね。で、ここで、クイーンをストライカー処理安全に行って、アーチャータワーまで折るのか、シューター折る、シューターどっから出すんだ。爆撃まで折ったところでって気もするけど。そうですね。ドリルとかにワンチャン切り替える可能性ありそうですね。ここからルートライダー穴開けを入れて合流をしていきます。3時の対空砲はサイドカット要因ですかね。うん。うまい。ロイヤルチャンピオン早いですね。もう展開してる。スピリットフォックス型だからこのタイミングで刺せるっていうのもありますよね。ディギーだと結構被弾気にしちゃってあんまり早く出しづらいんだけど。で、リックスケルトンも出てたところをここはエレクトロタイタンが簡単に処理をしてくれてドリルに切り替わりましたね。ドリルがロイヤルチャンピオンに合わされて登場です。ここでマルチアーチャーターを固めてくれてロイヤルチャンピオンを守っていく。タウンホールのところはいいアイゴレが入ってここはフリーズを自分でも打っていく。タウンホールまで突破して、縦ユニットがほとんどいなくなっちゃってんで、あとはクイーンで中心部は突破しなきゃいけないような状況なんですけど、追随で上にね、ロイちゃんとドリルも一緒に回ってますね。ホグウィズも一応12時刺さってるところですが、12時アーチャーターが残ってしまったというところ。さあ、穴開けしてからのキングフィスト。クイーンの方はヒーラー失ったんだけど、クロック使って残った中心部を回収。12時残ったところ、アーチャーターのところ、フリーズからのウィザード使って突破を図っていきます。しっかり突破ができて、あとは下だけ。いいですね。ウィズ島のターゲットを取るバーバリアンをしっかり小刻みに出していきつつ、細かいところもうまい竹取りバーサス。さあ、クラウスクイヒールートライダー。さっきニャロメが攻めてた配置が回転してるのかな、これは。クイラワでね、さっき攻めてましたね。別のルートのクラウスの攻略見ていきましょうか。ここはウォールブレーカー使って、ここ直進で入れていくのかな。そうすると、そうですね。ウォールブレーカー2発目左サイドつけていきます。シューターの方はこれターゲットは特に取らず。取ろうと思ったけど取れずって感じか。クイーンのためのサイドカットとして使っていくっていうのが目的ですね。で、援軍しっかり釣って、ここはアイスゴーレム。キングがジャイアントガントレットで9時っていうか10時区画まで突破をしていくんですけど、マルチまで折れて対地クロス折れたらめっちゃクイーン楽だな、それ。なんかダメージあんま入んないけど、折れて、これでクイヒーめっちゃ安泰ですね。ゴブリンカットうまい。さあ、シューターの方は割れてしまったんだけど、ここからルートライダーで合流を図っていきます。スタート。クイーンの方もターンホール打てるような角度で打てますね。うま。しっかりね、1点出しするんじゃなくて、分けて使っていきつつ、ここはヒーリングトームですね。投石2本とマルチ IT、イーグルとかもあるところ、モノリスとかもあったかな。なので、ダメージも結構重く入るので、ここはヒーリングトーム採用。普段からヒーリングトームかもしれないけど。あとは流れた3時の方も合わせてベビドラとか使って、ユニット、ウィザードとかもね、しっかり防衛説殴れるように内側に進めていく形を取りつつ、フリーズがまだ3発余ってますね。なぜでしょう。レイジタワー発動だけさせてからフリーズを打っていくタイミングも完璧。発動させてからの方がね、時間を無駄にできるんでね。発動する前よりも。さあ、余った呪文をポイ捨てしていって終了です。
うん。こっちのルートも強いね。さあ、ガクさん、6時、6時じゃない、6時だった。6時食い火からの12時シューター。これは前に対戦でも攻めてたかな。この配置何度か攻めてるの見たことありますね。昔流行ってたかな。かなり火力上がるところギリギリですが、これは耐えていく。クイーンとも当たってストライカーを補助で入れていきます。こういうところね、フローズンアローがまだ出てくる前のクランリーグだったんですけど、フローズンアローがついてると簡単に突破できるところですね。12時シューターめっちゃ強いな。さあ、ここはクイーンをこのままぐるーっと歩かせてタウンホールの方に向けていくようなイメージですかね。穴開けはせずに。で、ここから3時の方にキングを使ってサイドカット入れていきます。長弾逮捕も強いですね。一度インビジブルでかわしつつ、ホーミングチェックバルーン落ち着いて入れて、ターゲットの方もね、第1クロスがキングに向いているので、いいホーミングチェックからのウォールブレーカー。クイーンがこれレイジ使わずに入ることできてますね。で、援軍釣りのホグを入れていく。もうこの配置の弱点をしっかり知り尽くしてますね。攻略が完璧。これってウォールブレーカー使うのかなと思ったら、真ん中マルチ IT からルートライダー発進です。で、外周部これベビドラも強いなひたすら弱点つきまくってる。めっちゃ強いな。で、まあ、トームも奥に残すかここで打つかなんで、ここで打っちゃっていいって感じですね。あとはレイジとフリーズがまだ3発ある状況。外周部にドカドカドカと、いろんなもの回収入れていって、まあ、シューターの方も時間で終われたのかな、これは。十分仕事をしてくれましたと。信用。で、呪文が大量に残ってるので、レイジ打ってスケルトン打って、まあ、フリーズは打つ必要もないんだけど、とりあえず打って終了ですね。いや、これ完璧だな。このルートめっちゃいいな。この配置、なんかナビの対戦でも見たことあるけど、こういう取り方、一番効率的ですね。ひろやさん61天才。まあ、基本的に61天才のラバルもしくは、フヒルートライダーみたいなのがね、もう、鉄板戦術として書かれてますね。前もこの配置出てたよな。アーチャーに巻き込まれてダメージ入っちゃうかなという形で多分、ゴブリンを使ってたと思うんですけど。さあ、アイゴレからのキングクイーンを展開していきます。かなり火力高いですね、ここ。第1クロスが向いてて、ウォールブレーカーもタゲ取りとして使ってったイメージですね。穴開けをしたいというわけではなく、今のは。クイーンを守りたいというようなウォールブレーカーですね。クロークまで使ってしっかりここはマルチアーチャーターまで折り切りつつ、投石までいけちゃうの？それやばいよ、それは。頑張ったけど、ここは折れず。惜しいな。上振れれば折れそう。援軍がアイゴレじゃなかったら折れてましたね、今の。で、ロイヤルチャンピオンとスイッチさせて、ここはダブルパート上からスタートです。シューターがね、下の方をしっかり削ってくれてますね。しかコマくんも前別の1月のクランリーグでこの配置攻めてた気がするな。その時別のスーサイドしてたけど。余ってるんで、ここもね。スケルトンからのフリツでロイヤルチャンピオンを延命する形を取りつつ、まあ、レイジ守ってるんで、まあ、ラバルに合わせるか、ロイちゃんに合わせるかですが、まあ、両方合流してレイジを、まあ、打つなら打つって感じですかね。はい。強いね。もう普段取ってる配置を、お披露目会みたいになってるね。この配置はこれで取れるんですよというのを教えてくれてる回になってますね。圧倒的バルーンの量、バーサス。
スミス61天才のラバル。ポイズンタワー2つ採用っていうところで、ポイズンタワーも結構増えてきましたね。昔と比べると。いい天才。マルチ対地とクイーン処理。アイゴレからの2ヒーロー展開でキングのところをぶつけていきます。突撃艦でタウンホールはケアしていく流れ。まあ外周部だけ大きく削れればいいかなって感じかな。そしたら。まあ、水と残っちゃったのでバルーン追加していきつつ、モノリスのターゲットをスケルトンでかわしていきたいというようなイメージ。ロイヤルチャンピオン、クイーンがここだと両方拾えるのも強いですね。クイーンがターゲット取られちゃったので、ここはクロークで速攻で回避しつつ、ラバルパート9時から突撃艦タウンホールという流れかなと思います。ロイヤルチャンピオンもこれはフォックス型なので、ここまで綺麗に忍び込むことができつつ、突撃艦合わせてラバハウンド合わせての一機のトームを使っていくと。まあ唯一ちょっと懸念点があるのはこの援軍処理をね、ヒーローパートでできないっていうところですが、まあアイゴレと。環境的にも結構ルートライダーが流行ってるおかげで、アイゴレが多いんで、ラバルからするとこういう無視もしやすくなってるのかもしれないですね。これがラストの呪文。投石マルチアーチャーターが、まあ残ってる防衛施設だと怖いところなので、反復していきたいところ、クイーン、ロイちゃん両方落とされていきつつ、裏からジャイビズ・ウィズトを落として、まあ、バルーンの数であとはもう押し切れる形が取れてます。うまい。強いプランだったね。真ん中回収のためにストライカー投げて終了です。ガーサス。キャスリーさん、ライドラッシュ。ライドラのチェーンは確かに入りそうですが、面も広いしね。面というか、区画も広いしね、ライドラも比較的やりやすそうな区画には確かに見える。さあ、レイジをやや上側と下側に使い分けて打ってって、キングクイーンを流していきます。タウンホールの方は、ちょっとトルネードも出たので、ここは落とせず。前回も確かタウンホール取れなかった突撃艦になっちゃってたんですけど、それでも押し切っていくというのが、もはや突撃艦いらないのではという、ボマ型の方が強いまである。まあ、取れた時の上振れがでかいのか。まあ、割とね、ラフに投げて、最悪取れなくてもみたいな投げ方してるんで、取れた時にアドが取れるって感じなのかな。100% 取れる突撃、安全なね、突撃艦は投げてないですからね。ライドラの方は上側これで溶けていきそう。あとはヒーローのみで回収していかなきゃいけないんですけど、結構残ってる区画は多いんで、めんどくさそうではありますが、キングの方よりクイーンの方が早めに走っちゃったんで、第1クロスの時もクイーンが取りつつ、ロイヤルチャンピオン差し込んで、ここはディギー型ロイヤルチャンピオンブーメランから、確か吸血ヒゲ使ってたような気がするんだよな。ジャイアントガントレだったら、今はね、キングが入った時にフィスト使い得だったんで。そうですね。ここは、バーバリアンが出てくるやつですね。吸血ヒゲと多分バーバリアンのやつなんですけど、クイーンの方は確かヒーラーだったかな？ヒーラー人形だったかな？まあ、外周歩かせるヒーローセットをね、ここは使っていきまして、18レベですね、吸血ヒゲが。ヒーラー人形も17レベと、最終的には回収しきってのナイス展開。はい、というわけでね、やっていきました。4日目も確か、タウンホール16の相手ではなかったので、次で終わりですね。結構ね、メンバー的に天才ラバルとクイヒーのルートライダーが多い中で、ちょこちょこ違うことやる人もいるのも面白いですね。はい、というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、レジのファンドされるしょう。さよなら。